今日はささみチップスを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はささみチップスを作りたいと思います。はい、ということで今回はヘルシーな簡単おやつささみチップスを作っていきたいと思います。こちらのささみチップスは油で揚げずに電子レンジで簡単に作ることができます。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏ささみ、粉チーズ、黒胡椒。こちらの3つの材料でささみチップスを作っていきます。今回ささみチップスはプレーンタイプと、あとは粉チーズと黒胡椒をかけたもの、こちらの2つを作っていきたいと思います。他にもね、アレンジとしてはコンソメをかけたりとか、いろいろね、他にも楽しめると思います。アレンジはお好みでやってみてください。そして今回はですね、プレーンタイプにぴったりなソースのレシピもご紹介していきます。材料はこちらです。とろけるチーズ、ケチャップ、マヨネーズ、お砂糖、おろしニンニク。こちらの5つの材料で作っていきます。電子レンジで簡単に作れるので、ぜひね、こちらも作ってみてください。それでは早速作っていきたいと思います。それではまずはじめにソースから作っていきます。耐熱のボウルにケチャップ、そしてマヨネーズ。こちらは1対1の割合ですね。そしてお砂糖。あとはおろしニンニク。まずこの4つの材料をよく混ぜ合わせます。よく混ぜたらここにとろけるチーズを加えます。チーズを加えたら混ぜずにこの上にラップをかけてください。そしてこちらを電子レンジ 600W で40秒加熱します。はい、40秒加熱しました。そしたらやけどしないようにラップを取り外します。器がね、熱くなってるのでやけどしないように注意してください。そしたらですね、こちらをよく混ぜましょう。そしてチーズをしっかり溶かしてください。はい、OK です。このようにね、チーズがしっかり混ざるまで混ぜてください。こんな感じでね、とろみも出て美味しそうなソースに仕上がりました。これね、時間が経つと少し硬くなっちゃうので、その時はもう一度電子レンジで加熱してみてください。ソースの準備はこれで OK です。それでは続いてささみチップスを作っていきます。まずですね、こちらささみから飛び出てるこの筋の部分ですね、こちらを取り除きます。このね、筋は中にもピーッと通ってるんですが、今回はね、このね、表面に出てる部分だけ取り除いていきます。中の筋が気になる方は取り除いていただいても OK です。ただね、ちょっとね、筋を取るとささみがパカッと割れてしまうので、今回は筋取りせずに作っていきたいと思います。このね、出てる部分だけ切り落とします。はい、こんな感じです。あとはこちらのささみをそぎ切りしていきます。包丁を斜めにしてスライスしましょう。厚みがだいたいね、7ミリから1センチぐらいになるようにそぎ切りしていきます。はい、だいたいね、このぐらいの厚みになるようにそぎ切りしてください。それでは残りも同じように筋を切って、そしてそぎ切りしていきます。はい、OK です。このようにささみはそぎ切りしてください。それでは今からね、こちらを薄くしていきます。まな板の上にクッキングシートを敷いてください。そうしましたら、先ほどね、そぎ切りしたささみを並べていきます。適当にね、並べてください。はい、そぎ切りした半量をまずクッキングシートに乗せてください。そうしましたらこの上にラップを敷きます。ピタッと貼り付けてください。あとはね、この綿棒で叩いて薄く伸ばしていきます。薄くすればするほどパリッとした食感に仕上がります。あんまりやりすぎてしまうと今度はね、ペラペラで穴が開いてしまうので注意してください。では叩いていきます。こうやってね、隣同士がね、くっついちゃっても大丈夫です。ある程度潰したら綿棒でゴロゴロして厚みを均一にします。はい、OK です。このように伸ばしてください。一度ね、ラップを取りたいと思います。ペリペリペリーっと、こんな感じです。もうね、こうやって見た時に後ろがね、透けて見えるぐらいですね。そのぐらいの薄さにしてください。こんな感じでね、結構薄めにしてます。目安としてはね、こう指が透けるぐらいですね。このぐらいの薄さを目安にしてみてください。それではですね、こちらをもう1セット作っていきます。はい、2つ目も同じように薄く伸ばしました。それでは片方だけにトッピングしていきます。この上からまずね、粉チーズをかけます。
ちょっとね粉チーズを押さえつけてください。はい、で粉チーズをのせたら続いて黒胡椒です。黒胡椒はね粗挽きがおすすめです。はい、で黒胡椒もかけたら上から軽く押さえつけてください。はい、OK です。それではですね、今からこちらを電子レンジでチップス状にしていきます。クッキングシートごと電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、今ね3分加熱しました。そしたら一度取り出してこれを裏返していきます。くっついちゃってるので一度にね裏返しちゃいましょう。はい、でこのように裏返したらもう一度電子レンジ 600W で3分加熱していきます。こちらの適正な加熱時間なんですが、レンジの種類とかあとは伸ばし具合でも変わってくると思いますので、こちらの加熱時間は調整してください。ではね、パリッとするまで加熱していきます。はい、今ね3分加熱しました。こうやって見るとねまだパリパリに仕上がってない部分があります。ここら辺の白っぽい部分ですね。なのでもう少しね加熱していきたいと思います。もう一回加熱するときはまた裏返します。多分ね私のレンジの場合だと端っこの方がちょっとね加熱が弱いので、そういう時はですね最後加熱する時は弱い部分を強い部分に向きを変えて加熱していただくといいかなと思います。こっちもねちょっと真ん中寄せにします。こんな感じでね臨機応変にやってみてください。それではね残りは1分ずつ追加して様子を見ながら 600W でレンチンしていきます。はい、今ね追加で2分加熱しました。こんな感じでねパリッとすれば OK です。目安としてはねこのぐらいの色味を目安にしてみてください。これ以上やるとね焦げることもあるので注意して加熱してください。最初はねちょっと柔らかい気もするんですけれども、冷めるとパリッとするので一旦このまましっかりと粗熱を取ります。そしたらですねこちらのプレーン味もまずは 600W で3分加熱していきます。はい、こちらも3分加熱しました。そしたらね裏返します。そしてまた同じように3分加熱します。その後の工程は同じなのでカリッとするまで加熱してください。はい、こちらもですね加熱が終わりました。こっちはねちょっと1箇所ねこのように軽く焦げてしまいました。なのでこんな風にならないようにね様子を見ながら加熱してみてください。それではこちらも一度しっかりと冷まします。はい、しっかり冷めました。そうしましたらあとは食べやすい大きさに割っていきます。こんな感じでパリッパリです。あとはこれかな。はい、粉チーズと黒胡椒味はこちらで完成です。続いてプレーン味です。こちらも手で割っていきます。もうパリッパリですね。はい、プレーン味もこれで完成です。はい、これでささみチップスの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにパリッパリに仕上がりました。こちらのプレーン味はこの手作りソースにつけて召し上がってみてください。それでは早速いただきたいと思います。ではまず粉チーズと黒胡椒味からいただきたいと思います。手づかみで失礼します。いただきます。この粉チーズの味がすごく香ばしいです。そしてパリッパリです。それでは続いてプレーン味ですね。こちらはソースにつけていただきたいと思います。ではいただきます。このソースはやみつきになりますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のささみチップスのポイントです。まずささみの筋取りに関してなんですが、今回はお肉から出てる部分だけ切り落としました。もしお肉の中に入っている筋も取りたい場合はフォークとキッチンペーパーを使っていただくととても簡単に取ることができます。薄く叩いてレンチンするとそこまでね筋も気にならないので、気になる場合だけ取っていただけたらと思います。そして出っ張っている筋を切り落としたら、あとはだいたい1センチ幅ぐらいにそぎ切りしてください。そしてそぎ切りしたらクッキングシート
トの上に並べて、そして上からラップをして綿棒で叩いて薄く伸ばします。薄く伸ばす目安なんですけれども、持ち上げてみた時に透き通るぐらいですね。そのぐらいまで薄くしてみてください。薄くすればするほど短い時間でパリッとした仕上がりにすることができます。味付けをする場合は薄く叩いてから上にかけてください。上にかけたらね、軽く手で押さえつけて加熱するようにしてください。そしてその後レンジで加熱するだけなんですが、この加熱時間はレンジの種類とか、あとはどのぐらい薄くしたかによってもね、適正な加熱時間が変わる場合があります。なので様子を見ながら調整してみてください。レンジのね、置く場所によっても加熱具合が変わるので、もし焦げそうになった時はね、その部分だけ取り出して、まだ加熱が足りないものだけ加熱していただくといいかなと思います。目安としてはね、だいたいこのぐらいですね。このぐらい色がついたら取り出していただくといいかなと思います。最初はほんのちょっと柔らかいと思うんですが、冷めるとパリッとした仕上がりになります。そして今回はソースのレシピもご紹介しました。こちらもとても簡単なので、ぜひ合わせて作っていただけたらと思います。あと今回は粉チーズと黒胡椒味にしました。他にもコンソメとか青のりとかね、いろいろアレンジも楽しめると思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はささみチップスを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。